こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今回は5日間かけて無印良品の収納やファイルを使って書類、写真、オタクグッズなど紙類を整理していきます。最後に無印良品週間で購入したものも少し紹介します。無印好きの方もぜひ一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。暮らしを整えたい方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。まず初日は保証書や契約書、健康診断結果などいろんなジャンルが混ざっている書類の整理から始めます。今のリビング収納はこんな感じです。ファイルは無印の A4 サイズバインダーのダークグレーで統一しています。このバインダーのお気に入りポイントは2つ。1つ目はダークグレーが新鮮でスタイリッシュなところです。2つ目は廃盤にならない限り同じものが買えることです。例えば100円ショップですと商品の入れ替えが多く同じデザインが手に入らないこともあるので、少し高くても無印で揃えるようにしています。ただデメリットは指紋がめちゃ目立ちます。これはもう致し方ないなと思って目をつぶっています。ではまず書類の中身を全部出して仕分けます。必要なものと不必要なものに分けて順番も入れ替えます。個人情報だらけなのでモザイク多めですいません。書類の仕分けと順番の入れ替えが完了しました。使っているインデックスも無印のもので上に見出しがあるタイプで見やすくていいです。でもインデックスは何も書かないことが多いです。中身を少し紹介すると、1番目は家電の取扱説明書と保証書です。取扱説明書は取説というアプリで管理できるみたいなんですけども、スマホの中身こそ整理整頓が全くできていないので、とりあえずその家電に慣れるまでは紙を残しています。2番目はインテリア関係の見積書や契約書です。後からトラブルになった時用に念のために保管しています。3番目は健康診断の結果です。4番目は金融関係で、最後5番目はアイデアメモです。この動画作りたいなと思う雑誌の切り抜きなどを残しています。はい、今日手放すものは5つでした。家電の取扱説明書、パンフレット、契約書、古い手紙と動画用の資料です。風水の本を読み返したところ、古いものを溜め込むと仕事運や発展運に悪影響を及ぼすと書いてあり、今回古い手紙を手放す決心ができました。そして最初に言うのを忘れていましたが、私は今100日で1000個捨てチャレンジに挑戦中です。1年で人の部屋に入ってくるものは約1000個と言われていて、プラマイゼロにして来年を気持ちよく迎えたいなと思って始めました。現在13日目で今回の手放しは5個、前回までで124個だったので通算129個になりました。いい感じです。今回はオタクグッズや名刺を整理していきます。ポストカードは無印のリフィル、はがきポケットで収納済みです。こういう風にきっちり収納するの好きなんですよね。次にトレーディングカードです。横向きだったのが気になっていて縦型のリフィルを買いました。こちらはポケットが選べるシリーズの A4 ワイドチェキサイズです。本当はですね、トレーディングカードサイズというリフィルがあってそちらが欲しかったんですけども完売してました。口コミによるとトレーディングカードサイズの方が少し大きいみたいです。はい。で、大きめのトレカが案の定入らなく残念です。キーホルダーの収納用にはポケットが選べるシリーズの12ポケットを使用します。ポケットがついているので缶バッジとかにも使えそうです。サイズがぴったりじゃなくてちょっと苦戦しました。あとですね、 DVD 用のリフィルは A4 サイズが無印になかったので別で探す予定です。おすすめのがあったら教えてほしいです。はい、ファイル完成しました。いい感じです。トレーディングカードの入れ替えで不要になった横型のリフィルには名刺を入れていこうと思います。まずは名刺、ポイントカード、診察券がごちゃ混ぜなので仕分けしていきます。いるものだけを戻して名刺を横型リフィルに収納していきます。今回手放すものは5個でした。通算134個です。内枠は名刺、使わない診察券、使い切ったスタバカード、ポイントカード、そして図書カード、なんと3000円分もありました。これは嬉しいです。浅井亮のインザメガチャーチを、あと韓国語の本が欲しい。図書カード3枚減って2冊増えるって感じですね。
今日は一時保管ボックスを整理していきます倒れてった。このシップはドンキで売れているらしく、父親に1箱買ってきてとお願いしたところ、なんとダースで買ってこられまして、大量にあります。これで3年目ぐらいはシップを買わなくて済みそうです。気を取り直して手帳から見直します。過去の手帳は読み返すことがないので全部手放すことにしました。次に何が入っているかわからないポーチを見ていきます。チラシ、書きかけのマンダラチャート。昨年末に来年こそはと思っていたものがいろいろ出てきました続いて一時保管ボックスの中身を見ていきます。何でもここに入れちゃうんですよね。仕分けして必要なものだけを無印のボックスに戻します。あれ、ここめっちゃ開いた。ちょっとだけすっきりしました。今回の手放しは10個で通算144個です。手帳5冊、チラシ、また家電の取扱説明書、期限切れのクーポン、古い手紙、缶バッジです。あとはポーチが汚かったので洗って、はがきはレターホルダーに収納します。家電の取扱説明書とか手紙とかあちこちに散らかってますね今日は本の片付けです。いくつか積んどく解消できたので、値がつきそうなものだけメルカリに出します。出品したものは発送が面倒にならないように梱包までしちゃいます。ここでメルカリの売上自慢をしてもいいでしょうかなんとですね、16万円です。背取りとかではなくて、自分が買ったものを売却しているだけなので自慢できるものではないんですが、2桁万円いくと嬉しいですね。目標18万円なのでもう少しです。でも来年はメルカリ卒業が目標です。メルカリに出すものすらない状態になったらいいなと思っています。今日の手放しは7冊でした。通算150個になりました。今日は写真の整理をしていきます。ヨドバシカメラで写真のデジタル化サービスを見つけて全部データ化しようと思っていたんですが、結構高いので厳選することにしました。私一度写真を全部捨てたんですけども、祖父母の家の片付けで小さい頃の写真が大量に見つかり、大量に引き取ることになりまして、また写真が増えました。学生時代の写真は自分の記憶の中にあるから、なくてもいいかなと思えるんですが、幼少期とか記憶がない時代の写真は捨てていいのかなって迷っちゃいますね。写真の厳選方法は各時代のもの、小学校、中学校、高校、大学などと分けて並べて、各3枚まで厳選してデジタル化したいと思ってます。なんか久しぶりに成人式の写真を見てびっくりしました。私の地元はちょっとやんちゃな子が多かったので、メイクも髪も爪ももう全部モリモリで平成のギャルっていう感じ、懐かしい気持ちになりました。並び替え完了しました。これめっちゃ時間かかりましたね。次に厳選タイムです。途中で力を尽きました。一旦今日は終了です。最後までやり遂げたかったですね。私って本当に最後まで成し遂げられないんですよね。これは上司からも指摘を受けますし、落ち込みますね。体力がないんだよな。はい、ということで写真の手放しは右側にある154枚、残りは76枚です。これをなんとか50枚以内にはしたいですね。写真の手放しはとても疲れたので1枚1個としてカウントしちゃいます。ということで通算304個になりました。残りは年内また見直します。嫌だはい、ラストは配線コードです。配線コードをとにかく減らしたいと思って、まずは USB-A の配線をなくすためにスマホを新調しました。スマホは2台持ちしていて、片方が USB-A だったんですよ。今 Kindle 本をよく読んでるので、もっと大画面で読みたいと思ってプラスを買ってみました。想像以上に大きくてびっくりです。古い iPhone は Apple に下取りに出します。それでも処分できない古い端末はリネットジャパンをよく利用していました。国の認定業者でデータも完全削除してくれるので安心感があります。古いスマホやパソコンの処分に悩んでいる方はぜひチェックしてみてください。スマホの中やデジタルデータの整理も年内にする予定です。はい、今回の手放しは合計5個です。
USB-A ケーブルと充電プラグです。通算309個になりました。ということで、今回の5日間のビフォーアフターはこちらです。見た目の変化はそこまで大きくないんですが、細々したものって暮らしに引っかかりを感じるというか、小さなストレスが蓄積されるので、それが解消できてすごくスッキリしました。ここからはおまけです。無印良品週間で購入したもの、ほぼリピートなんですけども、3つ紹介します。1つ目はポテトチップスです。これかいって感じですけども、トマト&バジル味。トマトの酸味が癖になる美味しさで、他にはないフレーバーなのでずっとリピートしています。次に靴下3足です。夏用靴下と入れ替えました。足なり直角シリーズ好評ですよね。今回初めて買いました。リブ編みでない方を今履いているんですけども、程よくフィットしてめちゃめちゃいいです。タグを切るの失敗して穴開けちゃいました。最後3つ目がお香です。4種類購入しました。一番好きなのはフローラルムスク。次は白檀です。疲れている時にお香の香りを嗅ぐとリラックスできますね。お香は無印の寝かせて炊く香皿を使っています。炊いたお香の灰が飛ばないのがかなりいいですね。今回は紙物を中心に整理整頓して186個のものを手放し、通算309個になりました。先行してチャレンジの約3分の1です。実は後先考えずにこのチャレンジを始めてしまったので、終わるか若干心配しています。次回は玄関と洗面周りの断捨離を予定しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、コメントをしていただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。